始まりましたかね。これ音入ってるかな。OK ですね。はい、皆さんこんばんは。徳旅 TV の徳富です。今日は2024年11月の22日金曜日。いつものように火曜日、金曜日のライブ配信。今日は金曜日の方ですね。週末の金曜日のライブとなります。今日はですね、免許証の更新に行ってきました。運転免許。運転免許を持ってるだけで、基本使わないんですよね。車僕運転しないので、最近使うことあったかな。身分証明書として使うことあったかな。記憶にないぐらい、もうほぼ使ってないですね、最近は。マイナンバーカードがちゃんとあるので、でもこれからこの免許証も果たしていつまで持つかと。今僕51歳で車運転しない。そして写真付きの身分証明書としてこれまで使ってはきましたけれども、もうなんかいらないかなっていうような気もしないでもないんですけれどもね。とりあえず、何かあることはないとは思うのですけれども、とりあえず今回は、更新しました。次はいつだ。僕、運転してないので、有料ドライバー、運転してないで有料ドライバーっていうのも、また変な話かなとは思ってはいますけれども、なので、次何年後だ、5年後ですかね。そこら辺すら、分かっていないくらい、もう車については、全然興味関心が、ないので、とりあえず何か持ってたら、緊急事態で運転することなんてあるのかな。とりあえず持っています。今回はとりあえず更新して、次回も、更新するかな。といったようなところですかね。今日の出来事としては。そして、前回の、11月19日火曜日のライブ配信ですね。初めてのタイ一人旅、その1の時のオープニングで、なんか寒いっていう話をしたんですね。で、今現在、この僕の部屋の室温が20.8度。で、前回の配信の時には、多分 19. 点何度だったんですね。それで寒いって言ってたんですよ。で、上着も着てたんですよ。今、この 20.8 度の状態では、むしろ、この格好だとなんか暑いくらいで腕まくりしてるんですけれども、で、配信の後にお風呂行ったんですね。で、お風呂に行っても寒いんですよ。湯船に浸かっていても寒いんですよ。で、これおかしいなと思って、で、お風呂から上がって、体温を測ってみたら、37.7度ということで、熱がありました。熱があったから寒かったんですね。で、そこから、翌日、水曜日の朝は37.1になって、で、頭がちょっと痛かったので、ロキソニンを飲んで、で、水曜日はもう完全休養、何もしないと寝て食べる、という日にしました。で、木曜日については、当日、ちょっと休みになる。当日いきなり休むと、ちょっと、他の人に迷惑をかけてしまうような、日だったので、もう前日から、水曜日の段階からもう休みにしちゃってたんですね。で、木曜日には、水曜日の夜には、もう熱は36度台の前半になっていて、それはロキソニンの影響もあるかなというふうに思っていたのですが、木曜日になったらもう熱は下がりました。完全に下がりまして、で、夜、ちょっと37.3になったんですね。で、それは、
その時は全然こう寒いとか体調悪いとか全然なくて、その時は部屋の暖房をつけてたんですよ。もうみんな寒くなってきたので、暖房つけてる人結構いると思うんですけれども、で、この暖房の影響かなと思って暖房を消したら、もうすぐに熱下がりました。そして今日金曜日は全く問題ないです。鼻水、咳、喉の痛み、これは全くなかったです。ただね、強いて言えばね、火曜日、その熱が夜熱が出た日の昼間ですね、お昼ご飯食べに行こうと思って、外を歩いていたときに、なんか、口の中が酸っぱい感じがしたんですよ。戻しちゃう直前のような口の中の感じ。まあでも、そんなにこう気持ち悪いとか、なんか出てきそうとか、そういうような感覚はなくて、ないけれども、こう酸っぱい感じがしていました。で、お昼ご飯とか、夜ご飯は全く問題なく、ちゃんと食べれていました。で、それかなと、熱のきっかけとしては、でももしかしたら、なんか、こう、胃腸関係のこう弱いウイルスが入っちゃったのかなというように思っています。鼻水咳、喉の痛みがないので、なくて、その熱もね、37.7 度になって、その37.8が最高だったかな。で、まあ、それ以上いかなかったから、インフルとか、コロナとか、そういった重たいウイルス、ではなかったようです。インフルの予防接種、受けてるんですよ、今年。いつだったかな。つい最近のような気がしますね。11月9日だ。9日に受けています。あれ、効果はどれぐらいでから出るんだろう。1週間、2週間、10日。まあ、予防接種受けてたから、まあでもね、そこまで熱も出なかったし、症状も他の熱とか、あと口の中の酸っぱい感じ以外の症状はなかったので、重たい、そういうウイルス関係ではなかったと思います。もう今日は全然大丈夫です。さあ、というところで、近況報告は終わりにしまして、今日のお話に入りましょうかね。初めてのタイ一人旅。このお話は2017年8月ですね。今年に入ってから2024年は8月と10月と2回、すでにタイへの一人旅はしているわけなのですけれども、その前の段階ですね、7年前のお話になります。で、今では、もうローカル食堂に一人で躊躇なく入ったり、観光客が歩かないような路地をこうぐねぐねとこう入っていったりというようなことが平気でできてしまっていますけれども、7年前の僕は、まだまだそんなことができなかった時代ですね。もうビクビクしながらタイの街を歩いていましたね、この7年前は。さあ、というわけで、その7年前のお話、振り返っていこうと思います。さあ、いつものように、いつものようにというか、そうそう、今年に入ってからの旅のメイン動画の方をご覧になっている方はもう分かるとは思うのですけれども、僕、朝ごはん、ホテルで朝ごはんは食べません。そもそもそう朝食付きのホテルに泊まっていないんですけれども、で、ホテルから出て、街中のパーッと目についたローカル食堂、気になったローカル食堂に入って朝ごはんを食べると。大体朝ごはんだとカオマンガイが多いですかね。というようなスタイルをやっていますけれども、この7年前の時には、ちゃんと朝食付きのホテルに泊まって、そこでご飯を食べています。これが僕の朝食。これ第1陣かな、第2陣でなんかパンかなんか食べてるかもしれませんけれども、大体こんなもんなんですよ、僕の食べる量というのは。僕、今年で、51歳なのですけれども、多分同い年くらいの同年代の男性の平均的な量に比べると、だいぶ少ないと思います。
これぐらいでもう十分ですね。十分。あとパン1個ぐらいあったらもう十分ですね。で、フルーツがあって、あれ、右にあるのはなんかケーキみたいなやつかな。ちょっとなんとも判別つかないですけれども、そう、いつも僕がタイのローカル食堂入っても、1食しか注文できないんですよね。1食、1品か。メインの1品しか注文できなくて、サイドメニューで、何かもう1品追加ということで食べられれば、もっとね、いろんなことをお伝えできると思うんですけれどもね、ちょっとね、全部食べきれないので、なんか残すのはね、やっぱり気が引けますので、食べられる量だけ注文するというようなことをやっているので、毎食一品というような感じになっています。周りを見ると、タイの方とか、あと他の国からの外国人の観光客とかも、いっぱい注文して、で、全部食べないと、残すというような人が多いように見受けられますが、ちょっと僕はそこはできないかなと。やっぱり食べられる量だけ注文しています。さあ、で、ホテルで、この朝食を食べまして、そして、この日のメインですね。旅の2日目のメインは、メークロン市場というところに行くというものです。メークロン市場。線路があって、で、その両脇に市場があって、で、列車が通るときになると、その市場に、この、折りたたみ式の、傘っていうんですかね。屋根みたいなやつがあるのですけれども、それがこう開くというような形の市場があります。もう、多分タイの観光番組とか、テレビの番組とか、あと雑誌でのタイ特集の時には、必ずと言っていいほど出るスポット出てくるスポットですね。リバさん、こんばんは。で、そこにこれから向かおうというわけです。で、そのメークロン市場に行くためには、バンコクの中心部から車で行けば、タクシーとかで行っちゃえば、多分1時間半くらいで着くんですよ。で、その他、乗り合いバスだったり、あとはね、最近はツアーがしっかり組まれていて、そのメークロン市場と、あと、その市場のすぐ近くの水上マーケット、で、さらにちょっと離れているのですけれども、揚げた屋、この3箇所を1日で巡るという盛りだくさんな、内容のツアーというのもあるようで、それも人気なようですね。基本はやっぱり車で向かうという形なのですが、僕は車が割と苦手なんですね。普通のタクシー、乗用車もそうだし、バスも苦手です。結構酔っちゃうんですよ。割と短い時間でも。なので、鉄道で行けるのならば、鉄道で行きたい。ということで、鉄道で行きました。バンコク中心部から僕はこの時にはプロンポン駅の近くに泊まってたのかな。そこから BTS でウォン、ウォンウェイヤ、ウォンウェイヤンゲイ。これね、いつもね、なんて呼んでいいかね、よくわかんないんですけど、この BTS の駅で降りまして、ここから徒歩で、タイ国鉄のウォンウェイヤンイ駅に移動しました。同じ駅名ではあるのですけれども、多分歩いたら10分ちょっとぐらいかかる距離ですね。で、歩くのが苦手な方だったら、タクシーとかバイタクを使っちゃって、
使ってもいい距離感だと思います。まあ、今、売宅って言いましたけれども、僕は売宅はお勧めはしません。ノーヒルでバイクの後ろに乗って、しかもバイクの運転結構荒いというか、渋滞している車の隙間とかもビルブすり抜けていくので、やっぱちょっと危ないかなと。で、僕自身も8月と10月、1回ずつ乗ったのですけれども、やっぱり怖かったというような、思いをしています。8月に乗って、もう乗るのはやめようというふうに思ったけれども、10月また乗っちゃったんですね。でももう乗りません。もう乗らない。なので、おすすめもしないと。さあ、で、ここのタイ国鉄のウォンウェイヤ駅に着いたのは、8時ちょっと前です。で、8時になりますと、こういう公共の場所においては、タイ国歌が流れて、そして国旗の掲揚が行われるんですね。で、その時には、今この写真に写っているように、皆さん、起立して、ピタッと止まると、直立不動の体勢になる、というような、決まりになっているそうです。観光客の外国人に対しては、そこまで厳しくは求めてはいないようで、この時、タイの方が泊まっているからといって、我々、日本人がちょっと動いていたとしても、怒られるというようなことはないと思います。ないと思いますけれども、やっぱりね、みんなきちんと直立不動の体制に立っているので、それに倣って、ちゃんと立つ、というふうにやるのもいいと思います。で、これが見たかったんですよ。これが見たかったので、この8時に間に合うようにここに行きました。で、列車自体は、8時35分発、割と早めですよね。タイ観光する人の場合には、まだこの8時の段階では寝ているというような人も、もしかしたらいるかもしれませんが、夜は遊んで、朝はゆっくりと、お昼前に起きるというような方もいるかもしれませんけれども、僕はもう夜は、あまり出歩かないで、朝早く起きるという、タイプ。日本でもそうです。日本でもそうだし、タイに行ってもそうです。で、8時35分発の列車に乗ります。で、これがね、切符なんですよ。で、ちょっと見えるかどうかわかんないですけど、これね、右の真ん中あたりに10という数字があって、これが料金ですね。10バーツ。で、切符こんな大きいやつです。さあ、で、これから乗る列車がやってきました。ディーゼル列車ですね。車両ナンバーが1234だ。これは、郊外の方からバンコクの中心部に向かってくる列車なので、割と人が乗っています。で、この人たちが降りてから、乗車をするというような形になるんですけれども、この、ウォンウェイヤ駅のホームのところには、ここにもね、たくさんのお店があります。ここで朝ごはんを買って列車に乗り込むというような形でもいいと思います。ただ僕はホテルでご飯を食べてきちゃいました。僕、割と朝ごはんを食べると、割とその後、すぐに下から出るタイプなので、お腹の調子が結構いい快便タイプなので、ここでね、列車の中で朝ごはん食べると、トイレどうしようというようなことがあったので、もう最初にもうホテルで食べてきちゃっていました。そして、ホームの反対側ですね、線路の向こう側にも市場があって、
多分この中にも飲食店がたくさんあると思います。ウォンウェイヤ駅の周囲、たくさんのホームだけではなくて、食べる場所には困らない、という場所です。大体タイの駅の場合には、その周囲に市場とか飲食店が集まっているので、賑わいはありますよね。車内はこんな感じですね。シートは、これ、プラスチック製ですかね。硬いです。ふかふかのシートじゃないです。そう、ここに座っていくことになります。非冷房車です。で、上に、扇風機は回っています。で、窓は全開ですね。で、暑いんですけれども、これ走っちゃうと、走り始めると、外からの風が車内に入ってきますので、結構涼しい、涼しいというか、そこまで暑さで不快な感じというようなものではなくなります。出発ですね。走り始めて、これは、なんか線路の横に直角に出ている、さらなる線路があって、なんか保線の車両かなんかがこの奥にいるのかな。で、ウォンウェイヤ駅の周辺っていうのは、なんか日本でいうところの下町的な雰囲気の場所なのですけれども、もう割とすぐにこのような緑豊かな車窓に変わっていきます。で、踏切なんですけれども、この踏切、この遮断機見て、わかりますかね。これ自動じゃないんですよ。今、背を向けているおじさんがいて、この方がこの踏切の上げ下げを手動で行っているというようなものになります。この路線は1日何本だったかな、17ぐらいかな。1日17本だったか、時刻表、時刻表。時刻表、あった。数を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、17本、17往復です。なので、34回、この踏切を列車が通ると。で、その度に手動で遮断機を下ろす、という係の人がいるというような、ことですね。そして、ウォンウェイヤイ駅から、1時間くらいです。約1時間で終点のマハチャイ駅というところに到着しました。でこの駅、まだメイクロン駅には着いていません。で、このマハチャイ駅のこのホームの両脇のところ、ここもなんか市場みたいな感じになっていますね。で、駅出たすぐのところ、そこも市場なのですけれども、すごい賑わいがある市場になっていました。で、これがマハチャイ駅です。すごいローカルな雰囲気ですね。ここから見ても、周囲にはもう高層ビルはない、というような、郊外の小さな町ですね。ここには別の車両も待機していましたね。今乗ってきたのが右側の1234。で、これがマハーチャイ駅舎。ちょっと工事中でしたね。
そしてこれから、目的地はメイクロン市場です。メイクロン市場があるのは、メイクロン駅という場所なのですけれども、今の列車ではメイクロン駅には行けないんですね。まだ半分ぐらいまでしか来てません。それなのに終点になっちゃいました。で、そこからは、徒歩でまず移動します。で、マハチャイ駅の、駅前は、このような市場になっていまして、この市場を抜けますと、船着き場があります。で、ここで渡し船に乗るんですね。ここに大きな川がありますね。この川が、チャウパレギア川ではないんですよ。ターチン川っていうのかな。ここを渡る船に乗ります。結構川幅ありますよね。この船には、徒歩で川を渡る人はもちろんのこと、このようにバイクの人たちも乗ってきます。でちなみに船賃は3バーツでした。先ほど1時間、タイ国鉄1時間乗って10バーツ。で、今度はこの船で3バーツ。そして船に乗って対岸に向かいます。で、対岸の船着き場に着いたら、で、そこを、からまっすぐ進んで、道に出たら右側に曲がるんですけれども、何もないところを歩くんですよ。で、特に何か案内があるというようなこともなく、こんな道を歩いていきます。で、ここから向かうのが、バーンレーム駅というところです。また鉄道に乗ります。先ほどの川があったのですけれども、ここ、川のところに鉄橋がないんですよ。橋がないんですよ。鉄道が分断されています。で、この道を歩いた先にバーンレーム駅というのがあって、ここでまた、列車に乗り込むということになります。で、先ほどの、ウォンウェイアイ駅からマハーチャイ駅までには、1日17往復の列車がありましたけれども、今度、このバーンレーム駅から、次こそメイクロン駅に行きます。メイクロン駅までに、メイクロン駅までの路線に関しては、1日たった4往復なんですね。バーンレーム駅発が7時30分、10時10分、13時30分、16時40分、この4本です。で、僕が乗ろうとしているのは10時10分です。7時30分の始発列車に乗ることも、これも可能です。可能だったはず。ウォンウェイアイ駅をもっと早い時間に出れば乗れたんじゃないかな。乗れますね。ウォンウェイアイ駅を5時半発の列車に乗ると、マハーチャイ駅に6時23分に着いて、で、渡し船に乗って、7時30分の始発に乗り込むというようなプランも可能です。で、僕はね、そこまでね、朝早く頑張らなかった。頑張らずに、この2本目の10時10分の列車にこれから乗り込みます。はい、また切符です。ここで改めて切符を買いました。バーンレーム駅からメイクロン駅まで。これから
ここの乗車は1時間ですけれども、また料金は10バーツです。ということは、最初の列車が10バーツで、船賃が3バーツで、もう1回10バーツなので、片道23バーツですね。で、当時のバーツと円のレートが3円、1バーツ3円だったので、69円かの計算でした。で、今だと大体 4.5 円ぐらいなので、100円超えるぐらい。大体今3時間ぐらいかかるんですけれども、それでも100円です。もうすんごい安いですよね。タイ国鉄の料金はめちゃくちゃ安いです。そしてここからがね、いよいよメインのお話ですね。この列車に乗って終点のメイクロン駅に向かっていきます。で、メイクロン市場の中を、メイクロン駅の到着の手前で、メイクロン市場の中を列車が通っていきます。こんな感じでね、すんごい近くに人々がたくさん集まっています。手を伸ばせばここで見ている人たちとハイタッチできるくらいの距離感ですね。下を見ると、市場の各お店の商品がまだ並んでいる。そんな中を列車が進んでいって、そして、終点のメイクロン駅に到着となります。でこれが11時10分です。朝8時35分にウォンウィヤンイェイ駅を、出たので、2時間35分、ですね。ようやく着きました。車だったら1時間30分で、着けるというふうに聞いています。そして、列車が到着しますと、乗客は列車から降りまして、記念撮影タイムになります。みんなもうこのような形で、線路に降りちゃいます。僕も線路にもちろん降りていました。日本だったらこれ大変なことになりますよね。こんな写真撮ってたら大炎上しちゃうようなシチュエーションですけれども、ここは OK です。これがメイクロン駅か。で、メイクロン駅の切符売り場。こんなね、中で可愛らしい駅員さんのキャラクターもいました。さあ、駅に着いたら、ここからちょっとメイクロン市場の方に向かっていきます。線路を歩いて市場の中に入っていきます。このように、今、ここの線路が今列車で来たところですね。で、両脇にお店が、市場のお店があると。で、上の方にこのビニールの屋根、傘があって、列車が通るときはこれが開きます。で、市場で売っているものは、やっぱり地元の方向けですね。観光客が買うようなものじゃないなというふうに、思います。大体生ものが多いんですよ。そして、この線路のすぐ横に台が出ているわけですけれども、この台の下には車輪がついていて、動かして、列車が来たときには、動かしてスペースを作るようになっています。さあ、そろそろ来ますね。市場の傘が開きました。
これがね、さっき僕が乗ってきた列車が折り返しでバーンデーム駅に向かうやつです。ので、お見送りができるわけですね。乗ってきた列車をお見送りして、で、しばらく自由時間と、メイクロンの街の散策時間となります。で、一旦駅に戻りまして、ちょっと駅の中に気になるお店があったんですね。店名がロムハブステーションというようなものなのか。そう、ここで気になったのが、マンゴースティッキーライス、カオニャオマムア、マンゴーともち米のタイのスイーツですね。この前ですね、これ2017年8月のことで、この2ヶ月前、2017年6月に1回僕、タイに行っていまして、その時に、なんか本当にちっちゃな少量のマンゴースティッキーライスは、食べていました。けれども、やっぱりがっつり食べたいじゃないですか。なので、ここでね、タイミングよく、カオニャオママあったので、食べてみました。これがね、すんごい美味しかったんですよ。僕の中での、ちゃんと食べたマンゴースティッキーライスは、これが最初のことですね。もうここで大好きになりましたね。僕は甘いものが大好きなんですね。日本にいるとき、からでも、甘いものといっても、なんかチョコレートとかそういうような感じじゃなくて、どちらかというと、和菓子系統、あんこ、大好きです。パンにあんこを塗るのも大好きです。米田コーヒーみたいな。米田コーヒーでは大体あんこをつけますね。なので、こういうね、甘いやつすんごい好きなんですよ。で、このお店には、こんなね、顔はめパネルもありました。で、あと、もうこう手前の方に、この下の方に、なんかスイカありますよね。これもなんか持ってね、撮影できるというようなものでしたね。あと、右の方には、ココナッツか。そう、これも持って撮影できるアイテムですね。さあ、もう一度市場の中に入っていきます。魚。これやっぱり観光客買うものじゃないですよね。そして猫。もちろん売り物ではないです。猫もね、結構いっぱいいるんですよ。なんかこの猫すごい綺麗ですよね。これね、もうちょっとね、右側、右向き、これ、画面の左側向いてるんですけど、これ、右側を向いてるときに撮りたかったなと。そのチャンスがなかったです。綺麗な目してますよね。さあ、また、メイクロン駅に戻ってきて、で、もう一度これ市場の中入ってますね。で、今度は、これね、列車来ます。列車来るんですが、これが何時だろう。13時30分発とか、多分13時ぐらいですね。さっきの列車、うーんと、うん、メイクロン駅に11時10分に着いて、で、またバーンデーム駅に戻って、それがまたメイクロン駅に戻ってくるという列車をここで見ます。これだんだんこのお店の傘開いていってるのがわかりますよね。で、ボーンと全部開きました。で、みんな向こう側に向けてスマホ、カメラを構えています。
見えてきた。結構ね、線路すれすれのところに立っていて、危ないですよね。これ油断したら接触事故とかも起こっちゃうような、危険性もある場所です。皆さん行くときには十分気をつけてください。で、この時にも、僕すごいたくさん人がいるというふうに思っていたのですけれども、今、もうまさに最近の映像とか見ると、この人のたくさんのお客さんの比じゃないですね。むちゃくちゃたくさんのお客さん、もう本当に人だかりの、両サイド人だかりになっちゃっていて、で、警備員さんみたいな人もいて、ここからダメだよ、線から出てダメだよっていうようなことで、注意したりしていますよね。今ね、これね、安全なところ、安全な位置の線が引かれています。で、その線の内側に入らないようにというような形で指導が入っているようです。この時にはまだそういう線は引かれていませんでした。7年前にも人気観光地だったのですが、もう今はね、もうさらなる大人気観光地にここはなっています。これね、右下のところを見てみてください。市場の商品、地べたに置いてあるものはそのままなんですね。で、列車に接触しないような高さの商品はもうそのまま放置されています。で、台とかはお店の中の方にしまわれているというようなものですね。そして列車が通り過ぎましたら、また線路の中央部分に人々が出てきて撮影開始。で、そして通り過ぎた瞬間から市場のこの屋根が、傘が閉じていきます。むちゃくちゃ気が早いですよね、これ見ると。で、これね、市場のお店の台なのですが、こんな形でレール、簡易式のレールがあって、そこをガラガラ動かすというようなお店もありましたね。そして、これは帰り道ですね。先ほど、多分15時ぐらいにメイクロン駅に着いて、今度は15時半発のバーンレーム駅の列車に乗り込みました。多分ね、これがね、最終列車です。メイクロン駅15時半発。むちゃくちゃ早いですよね。まだ夕方にもなっていない。それなのにこれが最終列車に乗り込みました。これに乗らなければ、列車で帰ることができなくなってしまう、というものです。列車、これ逃してもバスとか、あと乗り合いバスとかもあるので、なんとかバンコクの中心部には帰れるのですけれども、僕は列車に乗るというこだわりがあったので、最終列車にきちんと乗り込みました。こんな近くのところを通っていくと。バーンレーム駅に戻る途中には猿の群れ踏み台。そして、バーンレーム駅からまた渡し船に乗ってマハーチャイの町に行って、駅前の市場でまた猫を見かけてこんな撮影しています。僕は割と猫撮影をするタイプでして、猫結構好きで、こういう猫写真たくさん撮っています。でこの時には何枚撮ったのか、猫だけでも2017年8月の旅の時には、多分ね、鉄道より、この時は猫をいっぱい撮ったんじゃないかな。皆さん、タイに行ったことがある方、バンコク行ったことがある方、街中に結構猫いますよね。市場とか、あとお寺に行けば必ずいます。で市場の猫は割と綺麗ですね。先ほどのメイクロ市場の猫も綺麗でしたけれども、この猫も綺麗です。綺麗ですよね。これは、マハチャイキかな。これも市場の中かな。だいぶ経過しています。
そして、マハーチャイ駅を17時35分発の列車に乗って、ウォンウィアイエイ、ウォンウィアイアイ、ウォンウィエンヤイ駅に18時25分、着。ここ朝8時35分に出たので、10時間です。10時間の日帰り旅行。結構がっつりですね。そして、ここで、動画も、当時、基本僕写真だったので、動画もほとんど撮っていなかったんですけれども、たまたまね、スマホで撮った動画がありますので、ぜひ見ていただこうと思います。まず最初に、メイクロン市場に鉄道で入っていくところです。今のが、メイクロン市場に入っていくところでした。で、もう一本動画あります。今度は、外からメイクロン市場に入ってくる列車を撮りました。ちょっと待って、途中からなんです。中から見るよりも、こうやって外から見た方が、この列車の近さがよくわかるんじゃないかと思います。そして、列車が通り過ぎた瞬間、どんどんと列車が通っていきます。今、列車止まっちゃってますけど、これ、駅に着いてますね。多分ね、前方の方で、ちょっと前の方に出てきたっていう人がいたんですよね。で、安全確認していたと。そう、こんな感じで大迫力の場所、メイクロン市場という場所です。バンコク中心部から南西方向に約70キロほど離れた場所です。やっぱり大体車で1時間半ぐらいですよね。そう、車を使っちゃえば、多分時間の節約にもなるはずですが、鉄道に乗りたいと。電車好きの方は、もうあえてね、この10時間のプランにチャレンジするというのもいいと思います。多分これね、時刻とか料金は変わってないと思います。同じだと思います。で、先ほども言いましたけれども、万が一、メイクロン駅で最終列車に乗り遅れてしまったとしても、乗り合いバスとかがありますので、バンコク中心部に行くやつはもうバンバン出ているので、そこまで心配することはないです。いざタクシーもありますしね、グラブとか、ボルトで、今ならアプリで気軽に配車もできますからね。で、ここでかかった交通費は往復で46バーツ。当時は1バーツ3円だったので、
46、138円か。まあ、140円ぐらい。140円。まあ、列車に乗ってる時間は4時間です。4時間で140円。あと、まあ、船もありましたけれども、今、日本で140円で乗るとしたら、大体初乗りですよね。そう、そんな安い金額で、これだけたっぷりと鉄道旅も楽しむことができる、というもの、がありますので、目黒市場になる方、鉄道旅をしてみたい方というのは、ぜひこの旅にチャレンジしてもらえればと思います。行きは鉄道で行って、もう帰りはもうタクシーとか乗り合いバスで帰ってくる、というのもありでしょうね。往復鉄道だと、結構疲れたと思います。シートが先ほど見てもらったようにプラスチック製の硬いものなので、クッション性ないものなので、割とそこでね、長時間座っているのは大変ではあります。非冷房ですし。そういったような形でね、タイの初めてのタイ一人旅の2日目、このね、メイクロン市場に鉄道で行く、鉄道で往復するというようなことをやってみました。事前に、この時には、ちゃんとプラン考えていて、このメイクロン市場に行くのが、この旅のメインイベントだったかなというふうに、個人的には思っています。僕は鉄道が大好きなので、乗るのも、撮影するのも、大好きなので、大満足な一日となりましたね。疲れましたけれども。あと、この今紹介した写真はすべて僕が撮影したものです。今は動画メインで撮っていますけれども、以前は写真、一眼レフカメラでずっと撮っていました。動画はほぼ撮っていません。撮るとしたらスマホでちゃちゃっと撮るくらいで、今日2本紹介しましたけれども、やっぱ撮っといてよかったなと。写真以上に動画の方が、このメイクロ市場に関しては、迫力が伝わるなというふうに思っています。多分猫に関してはね、でも写真の方がね、可愛さとか綺麗さとかが、きちんと表現できるかなというふうに思っていますね。さあ、ということで、ここまでが初めてのタイ一人旅の2日目のお話、タイ一人旅の2日目のお話でした。そして、次回のライブ配信では、一人旅3日目のお話ですね。今度は、プレート島です。プレート島は、韓国新部から車で1時間かからないくらいかな。メイカン市場よりも近い場所です。チャオプラヤ川に囲まれた中津ですね、島と言いましても。2024年8月の旅にも僕はそのクレット島に行って、そこで宿泊しました。で、この時は2017年8月の時には宿泊せずに日帰りで、バンコク中心部から日帰りでクレット島の旅を楽しみました。そのお話を次回しようと思っています。次回は11月26日火曜日ですね。そして、
話は、新しい旅、もう次の旅、実は決まっています。この前作戦会議、公開作戦会議もしましたけれども、少しずつね、進んできているのですけれども、まだホテルの予約してないんですよ。現地で4泊します。今度は短めの滞在です。で、4泊のうちの1泊、2泊、1泊で3泊のホテルに泊まろうかなと今考えています。で、そのうちの最初の1泊か最後の1泊かは、ドミトリーにチャレンジ。今までちゃんとした個室の、普通のホテルに泊まっていましたけれども、今度は集団のたくさんの人が一つの部屋で、2段ベッドとかで宿泊するというようなところ、ベッドだけが個人スペースというところに泊まろうかなと。まだね、泊まったことないんですよ。でちょっとなかなかね、踏ん切りがつかなくて、まだ予約もできていないんですけれども、あとは、その次の旅に向けて進んだことといえば、スカイライナーの予約をしたことか。今度は成田空港発の飛行機に乗りますので、そこに向かうためのスカイライナーを予約しました。そうか、あとはね、チェックインが、エアアジアで行くんですよ。最初は、成田空港発ドンムアン国際空港行きの飛行機です。で、14日前から、ウェブチェックインができるというようなことを調べたら出てきたので、早速入れちゃいました。で、座席指定していなかったんですけれども、運よく窓側の席アサインされて、アーカイブは残しますので、いつでもというのをライブでお伝えしようと思います。タイでのライブ配信は、多分日本時間の夜じゃないかもしれないです。昼間になっちゃうかもしれないけれども、でもアーカイブは残しますので、いつでも見られるようにしておきます。そう、ということで、いつもこのライブ配信は30分間をめどにというふうに考えているのですけれども、今日だいぶ長くなっちゃいましたので、1時間、もう10時半になっちゃいました。そろそろ僕も寝る時間ですね。火曜日の夜に熱が出て、で、水曜日は、もう本当に午前中も午後もほぼ熱食べちゃったんですよ。なのでね、その水曜日のね、夜が全然眠れなくて、3時過ぎに寝たんですね。で、木曜日は朝8時ぐらいに起きたのかな。で、1回昼寝しちゃったけれども、で、今日はもう頑張って今日はね、7時か。7時ぐらいに起きて、違うな、7時半ぐらいに起きたのか。いつもは6時なんですけれども、ちょっと遅いです。で、昼寝をせずに、もう頑張ってずっと起きていました。で、今日はね、なるべくもう早く寝ようと。もうこの後、ちゃんとシャワー浴びて、寝て、明日はきちんと6時に起きて、いつもの生活パターンに戻ろうと思います。そうか、あともう一点か。次のメイン動画の配信は、明日だ、土曜日、18時となりますので、そちらもぜひご覧ください。で、来週の動画がまだ全然手つけてないんですよね。それもね、明日以降ちょっと頑張ってやらなくちゃいけないなというふうに考えています。というのもちょっとね、体調がね、若干良くなかったということもあって、水、木、あと今日、もう全然動画の編集作業、手つけられていないので、
ちょっとだいぶね、ちょっとね、作業のね、進行具合が遅れてしまっています。なんとかね、この週末、あと週明けで頑張って追いつかないと、予定に追いつかないくちゃいけないなと。というわけで、今日も皆さん遊びに来ていただきましてありがとうございます。もしよろしければ、グッドボタンの方、ポチッとしてください。チャンネル登録していない方がいらっしゃいましたら、ぜひそちらもよろしくお願いします。というわけで、次回のライブ配信、また来週の火曜日にお会いしましょう。メイン動画の方もぜひご覧ください。では、今日はここまでにしましょうかね。では皆さん、おやすみなさい。さようなら。